部下のモチベーションを下げたりとかするわけですよね。せっかくなっちゃうんで、はい、気づかせてあげることみたいな感じですると、奪うものばかりに目が行きますけど、総論は与えること。こんにちは、もんじです。このチャンネルでは、今の時代に通用する組織づくり、育成術など様々な内容を配信していますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。お願いします。本日も。はい。ちょっと最近、チームのメンバーから、前ほどモチベーションとかやる気とかをあんまり感じられなくて、僕、チームリーダーなんですけど、僕に原因があったりもするのかなって思ってて、事前に僕みたいなチームリーダーが気をつけておかないと部下に悪い影響を与えてるものって例えばどんなものがあるのかなっていうのを事前にもんじゃ上に聞いておきたくて、それをちょっとこれから意識してやっていきたいなって思ってるんですけど、例えばどんなものがあると思いますか？ちょこちょこありますよね。僕だって別にあると思いますし、はい。例えばそうですね、時間とかエネルギーとか上司が認識せずとも奪ってしまうものはあると思いますよ。いや、それはもう多分僕もめちゃめちゃ当てはまるんですよね。大前提としては、なんか奪うものって考えちゃうと、マイナスばっかになっちゃうじゃないですか。はい。これってなんか面白いなと思うんですけど、親が子供に与える影響って、いいものも悪いものもあるじゃないですか。でもやっぱり人間だから、全てがいいものを与えられて、悪いものを全部消せるってないと思うんですよ。まあそうですね。だから上司も、やっぱり上司だからとか、社長だからとか、すごい求められるじゃないですか。なんか一個の場ついたら、社長がさ、とか、上司がさ、とかって言われちゃうんで、もちろんなるべく少なくするに越したことはないと思うんですけど、でも逆にですよ、与えるものもたくさんあると思うんですよ。だから考え方としては、与えるものと奪うものがあるとしたら、与えるものの方をプラスにすればいいと思うんですよね。なるほど。奪うものをゼロにしようと思ったら、それ聖人君主なんて無理ですよ。今度またそんなってなったら人間味がねえとか、私は社長と違うとか、私は上司と違うとかって言われちゃうんで、もうどっち言ってもダメなんですよ。なるほど。完璧はないんで。だから意識しなきゃいけないのは、奪わないことも大事ですけど、与えるもののプラスにしていきましょうよと。僕がちょっと今、部下に対して、やっぱ与えるものがあんまりないのかな。それが原因でやっぱ士気とかね、やる気とか下がってるんじゃないかなとも思うんですけど、逆にやっぱどういうのを与えていったら、やる気とかモチベーションにつながるんですかね。やっぱり気づきとか、機会だとは思いますけど、機会っていうとなかなかいろいろ考え込んで、大それた機会ばっかり考えちゃうんで、気づきを与えていくっていうことでいいと思いますけど、気づき。だから例えば話戻すと、奪うものって何ですか？大体代表して時間とエネルギーみたいな。エネルギーかモチベーションみたいな話だと思うんですけど、何気ない一言とか、結構エネルギー奪ってたり、部下のモチベーションを下げたりとかするわけですよね。例えばどういうのがありますか？何気ない一言って。例えばですけど、分かったとかでも、私一生懸命この時間使ってこんなにやったのに、出したら、分かったで終わったみたいな。うわ、絶対見てねえよあの人みたいな。私こんなに時間使ったんだよ、多分。なのに、出したら、分かったで終わりだよ。ひどくない？みたいな。とか、そういう系統でいっぱいありますよね。確かにリアクション一つでもね。なんで一つ目は、奪うものよりも与えるものをプラスにしましょう。で、最終的にやっぱ、時間軸で見たときに、最後結果が出ていい方向に向かえば、全部終わりよければ全てよしじゃないけど、良いということになりますよね。本人も、要は谷があったとしても、谷があったから山に登れたっていう解釈ができれば、あの谷も必要な谷だったんだって後から振り返ったら、良い経験だったみたいなんですよ。だからやっぱり大事なのは最後結果をどう出すかと。期限が一定のところまでの中でどう結果を出すかと。いうことと、奪うものばっかり目がいかずに与えるものを多くしましょうよと。ここを押さえておけばいいと思うんですけど、具体的には多分その時間、例えば無駄な業務をやらせたりとか、上司が判断しないと物事を進ませられなくて、待ち時間みたいなのができちゃったりとか、無駄な会議とかあると思うんですけど、でもこれも誰の視点から考えるかによって無駄か無駄じゃないかとか、結構変わってくるわけですよね。だから、とにかくゼロにはならないんですよ。なので僕が思うのは、大事なのはやっぱほうれん草と、フィードバックと、あとはその本人の目標とか計画、本人であれば自分の目標はこれで、そのための成長の計画はこれで、上司からしたら
本人の目標をちゃんと理解して、どういう風になってほしいかっていうことと、その育成計画みたいな話ですよね。この3つ目がちゃんとしてれば、あんまりそういう奪うものは最小化できて、与えるものが多くできるんじゃないかなと思いますね。具体的にだから大体奪ってるものは抜けますけど、時間とエネルギーなんで。じゃあ、まず一つ目は、与えるものというか、あんまり与えるってなんかおせっかいっぽくなっちゃうんで、気づかせてあげることみたいな感じですけど、会社でやるならこっちが売り上げで、奪うものが経費だとしましょうよと。とにかく赤字になっちゃいけないわけなんで、売り上げを増やして利益を最小化する。だから売り上げを最大化して利益を最小化する。気づかせることを最大化して、奪うものを最小化するってことのとにかく意識が必要です。なるほど。売り上げを上げると、だから気づきを与えることっていう感じになると、これはもうやっぱり一択で、ちゃんとほうれん草をさせること。フィードバックをすることです。日々の中では2つ重要かなと思っていて、ちゃんとやっぱほうれん草ルール決めると、こういうことはちゃんとこういうタイミングで、ここの場所で誰に、上司に何を報告するか。でそれはなんでこう決まっているのか。みたいな。連絡っていうのはいつ、誰が、どこで、どういう場面で何を報告するのか。なぜこのタイミングなのか、なぜこの形なのかとか。なんかそういうのをやっぱ決めれてると、ちゃんと報告をすべきところで報告。ちゃんと連絡すべきところで連絡が来る。ちゃんと相談すべき内容で相談が来る。みたいな話に多分なるわけですよ。でそれがある程度回ってきたら、そんなに無駄な時間を使わせることなくて、無駄だと思われる業務とか、意外とマネージャーとか従業員もそうですけど、結構捨てるの下手くそなんですよ。業務を捨てたりとか、やらなくていいことをやってるパターンも結構多いんで、常日頃やっぱ報告連絡、その報告の一つで言うならば、日報とかですよね。日報はなんで書くかっていう意味もちゃんと説明しながら、日報書いたけど誰もリアクションくれないみたいな。気持ちはわかるけど、でも日報ってね、何のためにやってるか知ってますと。自分自身の振り返りですよとか。だから特別なことがない、こっちからリアクションしますよ。最初から言っときゃいいですよね。半分以上自分のためにやってるんだからですね。そこでもし例えばこの業務無駄じゃないかとか、なんかあと全然提案してきていいですよ。それはこのタイミングで、こういう、例えばじゃあ、フィードバック面談なのか、会議なのか、週一の定例のミーティングなのか、こういうところで提案してくださいよみたいな。っていう話にしとけばいいですし、判断待ちも、判断待ちで手持ち無沙汰な時間もしできちゃうんだったら、タイムスケジュール握っとけばいいですよ。例えば私のこの営業務は12時まで、何曜日の12時までやります。上司がそれをチェックするんだったら、その日の3時から4時、俺は4時までに完了させるからと。できないときは事前に調整すればいいんですよ。みたいな話とかをちゃんと握っとけばいいし。なるほど。突発的に来た業務も、いつまでに欲しいですって言ってくれと。それはできないときはできないって言うから、じゃあ代わりにこれ進めてくれとか。これまではルールとか、やっぱりその事前の取り決めとか結構大事だったりしますし、今できないから後でやるから何時までやるわみたいな。とかっていうのは大事ですし、あとは会議とかも、一見無駄だと、部下から見たら無駄と思うことも結構あるんですよ。でもなぜそれをやってるかっていうことをあるわけですね。だから部下の目線からしたら無駄だけど、上司の目線からしたら必要だって思うこともあるんですよ。この齟齬は、例えばなぜじゃあやるかとか、もっと言うと部下が無駄だと思ってるのを無駄ではないと思わせることですよね。そういうことを細かくやってったりとか、やっぱしますよね。確かに。そこまではちょっと、そうですね。例えばじゃあ、極端な例ですよ。部下が、いや、なんで俺この会議だけど無駄だな、この1時間みたいな生産性ないわって思ってます。でも、やる理由があります。だって、なぜじゃあその会議が作られたのかとか、なぜこの会議が続けられているのかとか、それをだから僕が言うのは、あなたの目線からしたら無駄だと思うこともあるかもしれません。だけれども、あわよくば1階層上の立場、2階層上の立場、例えば会議の出席者の最上席の立場で考えたときに、本当にそれは無駄かどうかも考えなさい。例えばあなたが逆の立場だったら、この会議を主催する意味って何だと思いますか？この会議をやる意味何だと思いますかみたいな。そういう考え方も重要ですよと。それでも本当に両面から見て無駄だと思うんだったら、提案してくださいよと。みたいなとかね。だから確かにこれは部下から見たら部下の時間を奪ってるとか思うかもしれないけど、正直申し訳ないですけど、部下の時間よりも上司の時間の方が大事なんです。だってそれが逆転したらおかしいことになりますよね。そうですね。確かに。究極言ったら社長の時間よりも部下の時間の方が大事になっちゃう。そんなわけないだろうって話になっちゃいますから。なんでだからその時間という概念では奪ってることが多いんですけど、それってやっぱほうれん草のルールをしっかりして運用していくっていうことと、
あとフィードバックが必要ですよね。うん。さっきの会議の無駄じゃなんじゃないかって思ってるけど、例えばじゃあそれを無駄だと思って提案したとしましょうと。あ、なるほど、そう思ったんだと。うん。僕の立場からするとね、と。こういう意味で、この会議必要なんだよね。うん。確かに、おのおので考えたら、1時間のうちの自分が喋るパート15分で、他の3社、仮に3人出てるとしたら、3人が喋ってる時間なんか手持ち無沙汰と思うかもしれないけど、じゃあ私にとってから見たときに、こういう時間は必要で、うん。なんなら他の3人が喋ってても、あなたにも共有したいから聞かせてますよ。うん。そういう意味のフィードバックとも結構必要なわけじゃないですか。はい。言ってもらったときにちゃんと返す。うん。うるせえなお前とかじゃなくて、うん。これのやりとりは、そういう意味で全部包括してフィードバックなんですけど、はい。必要ですよね。うん。そういうことを繰り返していくことによって、はい。なんかそんなに部下も部下で無駄だと思う感覚値と時間が減っていくと思いますし、うん。こちら側もそれをいちいち、なんかモチベーション下がったからエネルギー下がったから上げに行かなきゃとかっていう時間も減ると思いますし、まあお互い時間も抑えられると思うんですよね。なるほど、なるほど。そのフィードバックとかほうれん草のやり取りをしている中で、ちゃんと気づきはい。を与えるっていうことが多分できると思うので、はい。その数をやっぱ増やすことですよね。うん。なるほど。ありがとうございます。シンプルに時間とかエネルギー奪ってますよね。じゃあ奪わない方法何か考えましょう。ってだけで終わっちゃうと、究極上司は聖人君子だね。無駄な時間1秒取りでも使うな。みたいな話になっちゃうんで。そうですね。だからやっぱりその与えるもの、気づかせてあげる、気づかせられることを増やすっていうこと。うん。コスト以上に売り上げを増やせばいいじゃん。はい。利益出したいと思ったら、コストを減らすか、売り上げを上げるかって話なんで、コスト削減ばっかり目抜くと、また上司だけが忙しくなってったりするわけですよ。聖人君子になるためにもそうですし。じゃなくて、ちょっと売り上げやり方も考えたらいいんじゃないの、本質的にはそっちの方が、逆にそっちの方がやった方がいいですよね、みたいな話になりますし、それでうまくやっていけばいいと思いますけどね。で、具体的に言ったら、だからそのほうれん草をしっかりルール決めて運用していく。はい。ルールもどんどん変えていくし、追記していくし。あんまりガチガチになりすぎたら一回ぶっ壊したりするし。フィードバックも、ちゃんとだから、そこに時間使えようと思うんですよ。なるほど。それこそだから、ずっと何も言わないからって放置してて、はい。たまにいきなり退職届とか出されるんだったら、そういうことをフィードバックしておいた方が、退職届出されて慌てふためいて、ケアに行く時間を考えたら、すでフィードバックしてもそんな時間変わらないし、むしろもちろんないんですよ。あとはやっぱりちゃんと本人の目標とか、なんか一番あれなのは、ずっと山の上に居続けるの無理なんですよ、成長しようと思ったら。要はずっといい状態保たれるんですよ。会社もそうですけど、ことわざのように山あり谷ありなんですよ。山登ろうと思ったら絶対谷にはまることがあるんですよ。部下もそういう目線で考えると、仕事がうまく最終的に活かすために山に登るためだったら、絶対谷に落ちることもあるんですよ。ずっと上にいることないんで。だとしたらその谷に落ちるとき、時間軸を長く考えたら、一時的なものなんで、その一時的なものを全部なくしちゃったら、山も登れないですよね。そういう時間軸をちゃんと設定するためにも、目標とか、いつまでに対しての目標とか、計画とかっていうのをちゃんと組んでおいて、プロセスだと思わせないと、この谷は何のためにあるのかっていうふうに自分で解釈できないと、そこを気づかせてあげるとか、そこは設定してあげて、ちゃんと握り合って、コミュニケーションをそういう意味で取りながら、フィードバックってすげえまとめましたけど、そのフィードバック面談とかもそうですし、そういうことで確認し合いながら、ゴールここだから、今道中ここだよねと、ここで谷にはまってるだけだから最後ここ行けばいいんでしょと。ここまでは必ずやるみたいなのをやっぱりこう、植え付けていく感じなんですよね。ありがとうございます。前提としては、奪うものばかりに目が行きますけど、総論は与えること、気づかせられることの総量を増やしていった方が、奪うものを超えて気づかせてあげられることがプラスになればいいんじゃないかなと思います。その上で注意することは、奪うもの、時間とかエネルギー、モチベーションみたいな話が多いので、それをなるべく奪わないようにはもちろんするんですけど、同時に気づかせてあげることもできるということの手法としては、ほうれん草をやっぱりしっかりルール決めて、ちゃんと適切に運用する。ブラッシュアップしながら運用すること。で、あとフィードバック。これをケチらずに、定期的にしっかりやること。そしてあとはやっぱり本人の目標とか計画。上司からしても部下の育成計画とか。そういったものをしっかり考えておくと。この3つがちゃんとできれば、そんなに気になることではなくなるんじゃないかなと思います。皆様からのいいねやコメントはとても励みになります。この動画が気に入った方はぜひいいねやコ
コメントをいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。